ねえねえ、猫ドアってサムネイルに書いてあったけど、猫ドアって知ってる？ドアの下の方に穴が開いていて小さいドアがついてる出入り口のことね。知ってるわ。今日はその話も含めて猫の雑学についておしゃべりしようかなと思ってるの。嬉しい。私、猫好きなんだ。猫飼ってるから、なおさらラッキー。かわいい猫ちゃんの写真が出てくるから楽しみにしてね。あいわい。私、溶けちゃうかも。どんな話なの？今回の話題です。猫は右利きと左利きがいる。猫の寿命は室内界が長い。猫の鼻の模様は個体によって異なる。猫は体を清潔に保つのが得意。猫は自信を予知できる。猫は夢を見ることがある。猫の後ろ足は直立を助ける。猫は甘いものを感じられない。猫の鳴き声は人間とのコミュニケーション用。猫ドアの発明。猫は睡眠を愛する。概要欄の目次から見たいところにジャンプできます。飛ばしたい方は概要欄の目次を使ってください。そうそう、忘れてたわ。自己紹介しましょう。左の私はメルミです。右の私はマルミです。よろしくお願いします。それではスタート。猫は右利きと左利きがいる。ねえ、面白いこと知ってる？実は猫にも人間みたいに右利きと左利きがあるんだって。本当に？猫にもそんなことがあるの？そう、本当なんだよ。猫が何かをするとき、例えばおもちゃをつかむとか食べ物を食べるときにどちらかの前足をよく使う傾向があるんだって。それでその猫が右利きなのか左利きなのかがわかるの。そうなんだ。じゃあみーちゃんがいつも右の前足を使ってるのを見ると、みーちゃんは右利きってこと？そういうことになるね。でも面白いことに実は雌雄で傾向が違うって研究結果があるんだよ。どういうこと？男の子の猫は左利きが多く、女の子の猫は右利きが多いらしいんだ。もちろんこれは一般的な傾向で個体差はあるけどね。なんだか不思議ね。なんでそんな差が出るのかしら。実はね、科学的にはまだはっきりとした理由は分かっていないんだけど、ホルモンの違いが関係しているとか脳の構造の差が影響している可能性があるって言われてるよ。ホルモンや脳の構造で左右利きが決まるなんて、猫も人間も似てるんだね。本当にそう思う。実はこの左右利きの違いって猫の性格や行動にも影響を与えることがあるんだって。性格にも影響するの？そう。例えば左利きの猫の方が少し攻撃的だったり怖がりだったりすることがあるっていう人もいるね。もちろんこれも一般的な傾向で全ての猫に当てはまるわけじゃないけどね。なるほどね。みーちゃんがどっちかっていうとおとなしい性格なのも右利きだからなのかな。それもあるかもね。でもやっぱり一番大事なのはみーちゃんとの日々の関わり合いだよね。左利きだろうが右利きだろうが、みーちゃんはメルミちゃんの大切な家族なんだから。本当にそう思う。みーちゃんのこともっとよく観察してみようかな。左右利きのことも含めてもっとみーちゃんのことを知れたらいいな。そうだね。みーちゃんともっと深くコミュニケーションを取る手がかりにもなるしね。猫の左右利き、面白いトピックだよね。本当にまるみと話してるといつも新しい発見があって楽しいわ。これからもいろんな猫の話聞かせてね。もちろんだよ。これからも一緒に猫の不思議を探求していこうね。猫の寿命は室内界が長い。ねえメルミ、最近猫の寿命について興味深い記事を読んだんだけど、室内界の猫は室外界の猫よりも寿命が長いって知ってた？そうなの？なんで室内界の方が長生きするのかしら。いくつか理由があるんだけど、まず室内界の猫は外の危険から守られてるから。車にひかれたり他の動物との喧嘩で怪我をしたり、外で感染病にかかるリスクがほとんどないんだよ。なるほどね。確かに外に出るといろんな危険があるものね。そしてね、室内界の猫は食事や健康管理がきちんとされていることが多くて、定期的に獣医さんのチェックを受けられるから健康問題も早期に発見できるの。そういえばうちのココも毎年健康診断してもらってるわ。でも
室内だけだと運動不足にならないのかしら。それも大切なポイントなんだけど、室内界でも猫が活動的に過ごせるように工夫することが大切。キャットタワーやおもちゃを使って猫を運動させることで適度な運動を促せるの。なるほど。それでココといっぱい遊んで体を動かしてもらう必要があるわね。そう、猫と遊ぶことでストレス解消にもなるし、健康維持にもつながるんだ。それに人間と猫の絆も深まるから一石二鳥だよ。確かにココが楽しそうに遊んでると私も幸せな気分になるわ。でもね、室内界の猫は食べ過ぎや肥満になりやすいから食事管理にも気をつけないといけないの。肥満は健康問題の原因になるからね。そうね。ココの食事量今一度見直してみるわ。健康的な体重を維持して長生きしてもらいたいもの。そうそう、猫が安全で健康的な環境で生活できるようにすることが猫を長生きさせる一番の方法なんだ。そう考えると猫との生活ってただ可愛いだけじゃなくて私たちが彼らの健康や幸せを守る責任もあるのね。本当にそう思う。猫と一緒に過ごす時間はお互いにとってかけがえのないものだから、その時間をできるだけ長く健康に過ごしてほしいよね。まるみとこんな話ができてよかった。これからもココの健康と幸せのために日々のケアをもっと大切にしていこうと思う。私もだよ。これからも猫のことをもっと深く知って彼らと一緒に幸せな時間を過ごしていこうね。猫の鼻の模様は個体によって異なる。最近知ったんだけど、猫の鼻の模様って人間の指紋みたいに個体ごとに違うんだって。へえ、それってどういうこと？どうして猫の鼻だけがそんな特徴を持ってるの？実はね、猫の鼻の模様には独特の凹凸や模様があって、これが一匹一匹違うの。だからまさに人間の指紋と同じように猫の個体識別が可能になるんだって。そんなに細かい違いがあるんだ。でも普段猫の鼻なんてじっくり見ないから気づかないわね。そう、普段はあまり気にしないけど、猫の鼻のアップ写真を見ると本当に細かい模様があるんだよ。保護活動をしている団体では迷子の猫を探すときに鼻の模様を手がかりにしてることもあるんだって。迷子の猫を探すのに鼻の模様が役立つなんてちょっと意外。でもそれだけ猫の鼻の模様がユニークってことだもんね。そうそう、だからもしもの時のためにペットの猫がいる人は猫の鼻のアップ写真を撮っておくと良いかもしれないね。特に迷子になってしまった時に識別のための大切な情報になるから。なるほどね。みーちゃんの鼻の写真今まで特に撮ったことなかったけど撮っておこうかな。でも猫の鼻ってそんなに重要な役割を持ってるとは思わなかったわ。そう、猫の鼻はただ可愛いだけじゃなくてとっても大切な部分なんだね。しかも猫の鼻は健康状態を知る上でも重要で、乾燥していたり色が変わっていたりすると体調に何か問題があるサインかもしれないから、定期的にチェックすることも大事だよ。体調のチェックにもなるんだ。猫の鼻もっと注意深く見てみる必要があるわね。猫って本当に奥が深い。本当にそう思う。猫一匹とってもこんなに学ぶことがあるんだもの。猫についてもっと知りたくなるね。まるみと話してるといつも猫の新しい魅力を発見できるから楽しいわ。これからもいろんな猫の話聞かせてね。もちろん、猫の不思議や魅力まだまだたくさんあるから、また一緒に話そうね。猫は体を清潔に保つのが得意。ねえメルミ、猫がいつも体を舐めて清潔に保っているの見たことある？よく見るわ。ココもよく自分の体を舐めているの。でもなんで猫はそんなに頻繁に体を舐めるのかしら？実はね、猫が体を舐めるのは自分の体を清潔に保つためなんだよ。体を舐めることで毛についたホコリや汚れを取り除き、さらには寄生虫の予防にもなるんだって。そうなの？猫って本当に清潔好きなんだね。そうなの。それに猫が自分の体を舐めることで毛並みを整えたり体温調節の効果もあるんだって。夏は涼しく、
冬は暖かく保つためにも体を舐めるのよ。体温調節まで。猫の舌って本当に万能ツールみたいね。本当にそう思う。猫の下には小さなバーブっていうフック状の突起があって、それがグルーミングにとても効果的なの。毛のもつれをほどいたり皮膚のマッサージにもなるんだって。だから猫が舐めた後の毛並みはいつもピカピカで綺麗なのね。そう、猫自身が自分のケアをしっかりできるってすごいよね。でも猫が過剰に体を舐める場合はストレスや皮膚の問題が原因の可能性もあるから要注意なんだ。なるほど。猫が体を舐めるのも適度が大切なのね。ここがいつも以上に舐めているようだったらちょっと気にしてみるわ。そうだね。猫が健康で快適に過ごせるように私たちがちゃんと見守ることも大切だよ。猫が清潔に保つ行動をサポートしつつ必要ならケアを手助けするのもいいね。猫が清潔に過ごせるようにブラッシングを定期的にして皮膚や毛の健康もチェックしていくわ。そうだね。猫とのブラッシングタイムは絆を深める良い機会にもなるし、猫の健康状態をチェックするいい機会にもなるよ。猫の清潔好きな性質を尊重しつつ、私たちも彼らの健康と幸せをサポートしていきたいわね。そう、猫との生活はお互いにとって快適で幸せなものであるべきだから、これからもココとみーちゃんのためにできることをしていこうね。猫は自信を予知できる。ねえメルミ、興味深い研究を読んだんだけど、猫が自信を予知できるかもしれないって話知ってる？なんとなく聞いたことはあるけど詳しくは知らないわ。でも本当に猫がそんなことができるの？そうなのよ。研究によると猫を含むいくつかの動物が地震の前に特有の行動を見せることがあるんだって。猫が落ち着かなくなったり普段隠れない場所に隠れたりすることがそれに当たるかもしれないの。なるほどね。でもどうして猫はそんなことができるのかしら？地震発生の前には地球の地下で微細な亀裂が生じて振動や電磁場の変化を引き起こすことがあるみたい。猫を含む一部の動物たちはその微細な変化を人間よりも敏感に感じ取る能力があるのかもしれないんだ。そうなんだ。それで猫がいつもと違う行動なのはそのような地球の変化を察知しているからってこと？そう考えられているの。もちろん猫が不安になる理由は地震だけではないけど、猫の行動に変化が見られたらそれを地震の予兆かもって考えるのも一つの方法かもしれないね。それはすごいわね。猫が地震を予知できるならどうやって私たち人間がうまく利用できるかしら？難しいね。猫の行動に異変を感じたら地震への備えを見直すきっかけにするっていうのはどうかな。緊急用の食料や水の確認、家具の固定などちょっとした備えをしておくと安心だよね。確かにね。猫の行動が実際に地震の予兆かどうかはわからないけど、備えを見直す良い機会にはなるわね。そうそう。猫の行動に変化があった時はそれを機に家族で地震対策の確認をするとか、非常用バッグの中身をチェックするとか、そういうことをしてみるといいかも。猫が私たちに何かを伝えようとしているのかもしれないものね。これからは個々の行動にもっと気を配ってみるわ。そうだね。猫と一緒に生活している私たちにできるのは彼らの行動やサインに耳を傾けることだものね。そしてそれがもしもの時の備えにもつながるならそれに越したことはないよね。本当にそうね。猫との生活ってただ楽しいだけじゃなくて私たちに大切なことを教えてくれるのね。そう、猫との生活は本当に不思議で学びがいっぱいだよ。これからも猫の行動や気持ちをもっと理解して彼らとの絆を深めていこうね。猫は夢を見ることがある。メルミ、最近ね、猫が夢を見ることについて興味深い記事を読んだの。猫も人間と同じように夢を見る睡眠の段階、つまりレム睡眠を経験するんだって。猫にも夢があるなんて。でも猫がどんな夢を見ているのかなんてわかるわけないよね。確かに。でも猫が夢を見ている時の反応から彼らが何かを感じ取っていることは想像できるよ。例えば眠っている間に足をバタバタさせたりうなったりするのは
夢の中で何かを追いかけているのかもしれないし、楽しいことを経験しているのかもしれないよ。そういえばココが時々寝ている間に小さく「にゃー」と鳴くことがあるわ。あれって夢の中で何かとコミュニケーションをとっているのかしら。そうかもね。猫が夢を見ている間に見せる行動は彼らの感情や経験が反映されているのかもしれない。そしてね、猫がレム睡眠中に見せる反応は彼らが安心してリラックスしている証拠でもあるんだよ。そうなんだ。それは嬉しいわね。でも夢を見るってことは悪夢を見ることもあるのかしら。それもありえるよね。猫が夢で不安や恐怖を感じている時には不安定な鳴き声を出したり、寝ている間に急に飛び起きたりすることがあるかもしれない。だからそういう時は特に猫が安心できるように優しく対応してあげることが大事なの。ココがもし悪夢にうなされていたらそばで安心させてあげたいわ。猫が夢を見るってことは彼らにも豊かな感情があるってことよね。本当にそう思う。夢を見ることが猫の感情の豊かさを示しているし、私たちと同じように彼らにも楽しい夢や時には怖い夢を見る経験があるんだね。それを知ることで猫に対する理解が深まるし、もっと彼らを大切にしたいと思うよ。猫との関わりを通じて彼らが感じていることにもっと敏感になりたいわ。夢も彼らの日常の一部。私たちができることは夢の中でも現実でも彼らが幸せでいられるようにすることね。そうだね。猫が心地よく夢を見られるように安心できる環境を整えること、それが私たちにできる最も大切なことかもしれない。猫との生活は彼らの小さな変化にも気を配りながら一緒に幸せを分かち合うことだよね。本当にそう思う。これからもここが安心して夢見ることができるようにそばで支えていきたいわ。ありがとう、まるみ。こんな話ができてよかったわ。私もだよ。これからも猫の魅力をもっと深く知りながら彼らの幸せを一緒に考えていこうね。猫の後ろ足は直立を助ける。ねえメルミ、実は猫の後ろ足について面白いことを学んだんだ。猫の後ろ足って彼らが直立するのを助ける重要な役割を持っているんだって。直立するってどういうこと？猫が二足歩行するわけじゃないよね。そう、二足歩行ではないんだけど、猫がジャンプしたり高いところに登ったりするときに後ろ足が重要な役割を果たしてるの。猫の後ろ足はとても筋肉が発達していて、それによって強い跳躍力を得ているんだよ。ああ、ジャンプする時のことね。確かに猫は高いところへのジャンプが得意だもの。でもなんで後ろ足がそんなに重要なの？猫の後ろ足の筋肉は特に発達しているから地面を強く蹴って大きな力を生み出せるの。そのおかげで猫は自分の体重の何倍もの高さに飛ぶことができるんだって。そしてその筋肉の発達した後ろ足が着地時に衝撃を吸収しバランスを保つのを助けてるのよ。なるほどね。だから猫はあんなに器用に高い場所へと飛び乗れるわけね。でも着地する時に怪我をしないのもその後ろ足のおかげなのね。そうなの。猫が高いところから飛んで後ろ足が地面につく瞬間に膝を曲げることで衝撃を吸収しているの。それに猫は空中で体を回転させて常に足で着地するように体を調整する能力があるから高いところからの落下でも怪我が少ないんだ。それって猫は落ちても足から着地するというあの話ね。猫の身体能力って本当に驚異的ね。本当にそう思う。さらに猫の後ろ足は静かに歩くのにも役立っていて、その柔らかい肉球が音を吸収して獲物に気づかれずに近づけるようにしているんだよ。だから猫っていつもあんなに静かに歩いているのね。狩りをする時もその能力が生きてくるわけだ。そう、猫の後ろ足は本当に多機能でジャンプや着地、静かに歩くことまで彼らの生活に必要不可欠な役割を果たしているんだ。猫の素晴らしい身体能力の秘密の一つが実は後ろ足にあったんだね。そう考えるとここの後ろ足ももっと注目して感謝しなくちゃ。彼女が毎日楽しく過ごせるのもその素晴らしい後ろ足のおかげなんだものね。そうだね。猫との生活って
彼らの体の不思議を知ることでもっと魅力的になるよね。これからも猫の素晴らしさを一緒に探求していこう。猫は甘いものを感じられない。ねえ、最近不思議なこと知ったんだけど、猫って甘いものを全く感じることができないらしいよ。マジで？うちのみーちゃん、時々甘いお菓子に興味持ってるみたいだったけど、違うってこと？そう、研究によると猫が甘いものを感じないのは遺伝子の変異が原因らしいんだ。特に甘みを感じるための T1R2 遺伝子が猫には機能していないって話。哺乳類の甘味受容体は T1R2 と T1R3 がヘテロ二両体というのを形成しているのね。で、猫の T1R2 は甘味受容体を構築できないものになっちゃってるのね。そうなんだ。でもなんで猫だけ甘みを感じる遺伝子が機能しないのかしら？実は猫は肉食の野生動物の子孫だから、彼らの先祖は主に肉を食べて生きていたんだ。自然界では肉以外のもの、特に甘い果物などを食べる機会が少なかったから、甘みを感じる必要がなかったんだろうね。なるほどね。じゃあ猫におやつをあげるときは甘いものよりも肉や魚がいいってことね。そうそう。でもね、猫は甘いものに興味がない一方で、塩味や酸味、苦味は感じることができるんだって。特に苦味に敏感なのは野生時代に有毒なものを避けるための進化の結果かもしれないね。へえ。じゃあみーちゃんが甘いお菓子に興味を示すのは実は甘さではなくて、その他の味や匂いに惹かれてるのかも。多分そうだね。猫は味よりも匂いで食べ物を選ぶことが多いから、お菓子の甘い香りやそれに含まれる脂肪分に惹かれるのかもしれないね。そういえばアイスクリームに興味を示す猫の動画では甘さじゃなくて冷たさや乳成分が好きなのかな。そう、猫は冷たいものや乳製品に興味を示すことがあるけど、実は猫の多くが乳糖不対症で乳製品を消化するのが苦手なんだ。だからアイスクリームは少量なら問題ないけど、揚げすぎは良くないんだよ。そうなんだ。猫の健康を考えるとやっぱり専用のおやつが一番安心ね。そうだね。でも猫の食事やおやつについてもっと勉強すると、みーちゃんとの生活がもっと楽しくなるかもしれないね。猫の鳴き声は人間とのコミュニケーションよ。最近ね、猫の鳴き声について興味深い研究を見つけたんだけど、実は猫が人間とのコミュニケーションのために特別な鳴き声を使っているっていうの。それってどういうこと？猫が鳴くのってただ何か欲しい時だけじゃないの？そう思うよね。でも研究によると、猫はもともと野生ではほとんど鳴かない動物なの。人間との関わりの中で、特に人間に対して何かを伝えたい時だけ鳴くように進化してきたんだって。なるほど。じゃあ猫の鳴き声って人間に何かを伝えようとしているサインなのね。そうなの。猫はその鳴き声にいろいろなバリエーションを持っていて、例えばご飯が欲しい時、外に出たい時、遊んで欲しい時など、その要求や気持ちに応じて鳴き方を変えるんだよ。そういえばここがご飯の時間になると特に甘えた声で鳴くの、ご飯を要求してるサインだったのね。そう、実際に猫は人間の反応をよく見ていて、どの鳴き声が一番効果的かを学習しているみたいなの。猫が鳴くたびに私たちがどう反応するかを覚えてコミュニケーションをとっているんだね。それは賢いわ。猫って本当に人間のことをよく見てるんだね。だから猫とのコミュニケーションってただ単に鳴き声に反応するだけじゃなくて、その鳴き声が何を意味しているのかを理解することが大切なんだ。確かに個々の鳴き声一つ一つにもっと注意を払って何を伝えようとしているのかを理解しようと思う。そうそう、猫が普段から使う鳴き声と違う鳴き声を出した時は何か体調が悪いサインかもしれないから、そういう変化にも敏感になるといいね。体調のこともそうだし、猫の気持ちをもっと理解できるようになりたいわ。猫との生活ってまだまだ学ぶことがいっぱいあるんだね。本当にそう思う。猫と一緒にいると毎日が新しい発見でいっぱいだよ。猫の鳴き声を通じて
彼らの気持ちをもっと深く理解できたら、もっと素敵な関係を築けると思うんだ。まるみとこんな話ができてよかった。これからも猫の鳴き声や行動にもっと注意を払って、ココともっと深い絆を築いていきたいわ。私も猫とのコミュニケーションって本当に奥が深いから、これからも一緒にいろいろ学んでいこうね。猫ドアの発明者。ねえメルミ、面白い話を聞いたんだけど、猫ドアの発明者って知ってる？猫ドアの発明者？いや、誰なの？何か有名な人？実はね、アイザック・ニュートンが猫ドアの発明者だって言われてるの。あの万有引力を発見したニュートン、本当に？本当みたいよ。話によると、ニュートンは研究に没頭している時、猫が部屋のドアを開けて欲しがるのが邪魔だったらしいの。だから彼の研究室のドアに小さな穴を開けて、猫が自由に出入りできるようにしたんだって。親子の猫がいてね、親猫用と子猫用のドアを別に作らせたんだって。でも子猫は親猫用のドアからしか出入りしなかったんだって。なんて思いやりがあるの。ニュートンはただの科学者じゃなくて、猫に対する愛情も深い人だったんだね。本当にそう思う。親子猫のために猫ドアを作ったというエピソードは、ニュートンがどれだけ猫を大切に思っていたかが伝わってくるよね。彼の科学的な業績だけでなく、日常生活でのこんな小さな配慮も彼の人となりをよく表していると思う。確かにそうね。私たちもココとの生活でニュートンから学ぶべきことがたくさんあるみたい。猫が快適に過ごせるような環境を整えること、それが愛情表現の一つなんだね。そうだね。猫ドアの発明は猫と人間の共生をより良いものにするためのアイデアの一つだったんだろうね。私たちも猫がより快適に過ごせるような工夫をしていくことが大切だよ。ココが自由に出入りできるような環境を作ること、それに加えて彼女が安心して眠れるような寝床を用意したり、遊びの時間を充実させたりすることも大切よね。本当にそう思う。猫の幸せを考えることは私たちの幸せにもつながるから、ニュートンのように日々の生活の中で猫との関係を大切にしていこう。そうしようね。猫ドアの発明話、もっと早く知りたかったわ。こんな話をしてくれてありがとう。まるみ、これからもココとの生活をもっと楽しんでいこう。私もだよ。これからも一緒に猫のためにできることを考えて、彼らが幸せに暮らせるように努力していこうね。ニュートンのように猫との素敵な共生を目指して。猫は睡眠を愛する。ねえメルミ、改めて思うんだけど、猫って本当に睡眠を愛してるよね。実は猫がこんなにも長時間寝る理由、いくつか科学的な背景があるんだよ。科学的な背景ってどういうこと？まず、猫がたくさん寝る最大の理由は彼らの狩猟本能にあるんだ。狩猟をするためには短時間で高いエネルギーを発揮する必要があるから、そのエネルギーを蓄えるために彼らは長時間の睡眠を必要としているの。なるほど。だから家猫も外に出ないけどたくさん寝るのね。狩猟本能から来るんだ。そうなの。でね、猫は安心してリラックスできる場所で眠ることでストレスを減らすことができるんだ。だから彼らがよく寝るのは心身の健康を保つためにもとても重要なの。ストレス解消にもなるんだ。ココがいつもあの特定の場所で寝てるのは、そこが彼女にとって最も安心できる場所ってことね。そう、正解。さらに猫が深い眠りにつくとき、成長ホルモンが分泌されるんだって。これが猫の体の修復や成長に役立っているんだよ。特に子猫の時期にはこの成長ホルモンが健康的な発育には欠かせないの。子猫の成長にも睡眠が直接関係してるんだね。でも大人の猫にとっても十分な睡眠は健康維持に必要ってこと？まさにそう。大人の猫でも十分な睡眠は体のメンテナンスとストレス軽減に必要不可欠なんだ。だから猫が寝たい時は彼らを邪魔せず安心して眠れる環境を提供することが私たち飼い主の大切な役割なの。猫の睡眠を尊重することが彼らの幸せにつながるんだね。ココがもっと快適に眠れるよう部屋の環境を見直してみるわ。そうしよう。
猫がいつも安心して深く眠れるように静かな環境を整えたり、彼らのお気に入りの寝床を用意したりすることが大切だよ。猫の睡眠を大切にすることで、彼らとの関係ももっと良いものになるし、彼らの健康と幸せを支えることができるんだ。本当にそう思うわ。これからは個々の睡眠時間をもっと大切にして、彼女が幸せに感じられるような生活を提供していこう。そう、それが私たちができる最も大切なことだね。猫との生活はお互いの幸せを支え合うこと。これからも猫が心地よく眠れる環境を整え、彼らが健康で長生きできるように気を配っていこうね。今回はこれで終わりです。また次回お会いしましょう。チャンネル登録お願いします。